にちは、ほうせんです。本日はペン字練習の極意後編ということで、これからペン字を始めたい、もうペン字を学び始めているけど、もう少し練習方法について詳しく知りたいという方のために、代表的な3つの練習方法のうち、上から2つ目の臨書について詳しく解説していきます。この臨書ですが、ペン字練習をするにあたり8割以上、人によっては9割以上行うことが望ましいとされる最も重要な練習方法になっています。一番上の投射練習については、ペン字練習の極意前編の動画でペン字練習の全体像とともに紹介しておりますので、興味がある方はそちらも合わせてご覧ください。本日の流れはこちらになります。まず臨書の種類について説明した後、臨書のメリットとデメリット、次に臨書を行う上で必要なもの、最後に臨書をする上で気をつけることを実際にお手本を見ながら、一文字の場合と文章の場合、そして文章の時は縦書きの場合と横書きの場合に分けて説明していきます。ぜひ最後までご覧ください。本日もよろしくお願いいたします。それでは早速始めます。はい、それではまず臨書の種類について簡単に説明していきます。臨書というのはお手本を脇に置き、そのお手本をよく見ながら練習用紙に書く、こちらの画像のような練習方法のことです。この臨書には3種類あって、それぞれ経輪、緯輪、背輪と言います。こちら字の通り、経輪はお手本となる作品の字の形ですとか技術面に重点を置いて、よく観察し真似て書く臨書のことです。字の学習では主に経輪を中心に行いますから、経輪について詳しく見ていきます。真ん中の緯輪や一番下の背輪については学習が進んだ後に行うことが多いですから、今回説明の方は割愛させていただきます。興味がある方はこちらご覧になってください。はい、それでは臨書のメリットとデメリットについてお伝えします。このお手本を脇に置いて一度自分で記憶し、そして記憶したものを自分の腕や指先を器用にコントロールして練習用紙に書くという方法は最も実力がつく練習方法と言われています。ただこの練習方法にもデメリットがございまして、筆順ですとか正しい線や点の位置など自分だけでは気づきにくいところがあるということです。この解決法としましては、先生や他の方に見てもらってアドバイスをいただくこと、そして投射練習をすることが有効です。特に独学の方は投射練習を行って正しい点や線の位置を確認することをお勧めします。はい、それでは臨書を行うにあたり必要なものをお伝えします。まず万年筆やボールペン、そしてお手本はご自身の目的に合ったものをご準備ください。練習用紙に関しましては、このように専用の紙がありましたらそちらご準備いただきたいんですが、もしなければこのような便箋ですとか、こちらのようなノートでも結構ですから、何か書けるものをご準備いただければと思います。はい、それでは臨書をする上で気をつけることについてお伝えします。まず臨書に限らず、どの練習方法においても文字を書く練習をするときに気をつけることは、点や線の組み立てを曖昧にしないことです。そして臨書をする上で気をつけることは、自分の個性は出さない、そしてお手本に忠実に字の形、技術面の習得を目指すというところです。では実際にどのように行えばいいのか、今から見ていきたいと思います。まず一文字の場合です。少し画面を拡大します。右上の春という字にご注目ください。この春という字はこのように下が広がっている
三角の形をしています。で、ご自身のテキストでしたら書き込んで大丈夫だと思いますから、少しメモをしておきます。そして1画目、2画目、3画目を書き進めるにあたって、少し右上がり、よく見ると、こちらの方が広くて、こちらは狭くなっています。次の払いはこの辺りまで下方向、そしてこの辺りから左の方向へ角度をつけて払っています。5画目の書き始めの位置はこちら、この辺りではなく2画目の線の上から書き始めています。で、こちらの右の払いなんですけれども、この部分、こちらの部分はペン字特有の、ペンの使い方だと思います。一度少し止まって右の方向へ角度を変えます。そしてこちら書くときは下の方向へ縦に出ますから、少し長めに書いておきます。このように書いたら、こちら少し白い部分を残して、はい、このようにまず字の組み立てを理解してから練習用紙に書き始めます。次に文章で縦書きの場合です。こちら漢字は大きく、ひらがなは漢字よりも少し小さく書きます。漢字は大きく、ひらがなは少し小さく。次に中心線を確認していきます。真ん中あたりに線を引きます。はい。こちらの中心線は必ず意識して、練習に取り組んでいただければと思います。で、こちら、右と左だいたい同じくらいの長さになっているなですとか、真ん中から書き始めている、そのようなことを考えながら練習用紙に書いていきます。はい、続いて文章で横書きの場合です。横書きの場合はまず全体の字が、下のラインに合わせて書いているか、真ん中のラインに合わせて書いているかを確認します。こちらは下のラインに合わせて書いているものです。はい、このように、線を引いておくと分かりやすいと思います。はい、この下のラインを合わせる書き方は上に白い部分がたくさん残っているのが特徴です。はい、ではこちらをご覧ください。こちらは真ん中のラインに揃えて文章を書く書き方です。こちらもう線を引いてしまっているんですが、先ほどとは違って文字の上と下、等しく白い部分が残っていることを確認できると思います。このようにまず横書きの文章を臨書するときは、その文章が真ん中のラインに揃えて書かれているのか、それとも下のラインに揃えて書かれているのかを確認してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひペン字練習をする際参考にしていただければと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。私が運営する宝泉書道チャンネルでは、日常で使える字の書き方を中心に動画投稿をしています。もしこの動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、そして高評価ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。